こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。鬱陶しい梅雨、早く明けてくれるといいなと思いますが、このような霧雨が降るような純粋な季節、その中でも楽しめる盆栽、そしてそこから訪れる夏の葉陰の楽しさ。今日は皆さんに夏飾りの手軽な盆栽をご紹介したいと思います。ポットのものや素焼きで仕立てた刺し目のもの、もちろんそれも可愛らしいものです。それが一工夫加えることで涼やかな夏を楽しませてくれるようになる。そんなことも盆栽の作り方の楽しみであったらいいなと思って、今日は一つそれを作る姿をご紹介させていただきます。お楽しみください。ご覧に入れている2種類の素材は、左が板やもみじ。多分大切に10年15年と作ったものでしょうが、小さなポットに入って下の枝がなく上に広がる姿、愛らしいものですが、まだ一つずつ盆栽としての形になっているかと微妙なところがあります。右側はこの初夏から美しい陰影の世界を見せてくれるガアジサイの一つ、七変化という愛らしい藍色の小輪のものです。ビニールポットに入っているそれぞれの木、それぞれの草、これが一つの盆栽に変わっていく。そんな楽しみはすべてその素材を上野グリーンクラブによって手に入れました。一鉢数百円のものが飾りに耐える盆栽になっていく姿をご覧に入れましょう。いくつかあるポットの板やもみじ、これをいくつか組み合わせて爽やかな高原の林を作ってみたいと思います。数が多いので2つに分けて作ろうと思います。一点では見られないものもいくつかを組み合わせて一つの草原を作る、そんなことも楽しめます。必ず必要なのが主木になるものは何なのか、そして寄せ植えで作るときには流れというものがあります。その木の流れを生かしてやる、そんなことも大切かもしれません。どうしても横に並びそうな木、それにどこか奥行きや広がりを持ちながら、それでいて流れを作る、そのようなことも必要です。想像図ですが、だいたいこのようなバランスで全体に右に流れていくけれど、広がりながら奥行きがあって、まるでその中を散策をできるような世界をこれで作ってみましょう。この季節の木作りは春先のものとは違います。あまり強い仕事はできません。根の張っていない上根部分を軽く落とし、木の成長を妨げるような根の切り方は避けることになります。一度も植え替えていないこのようにポットで生育されたものは、意外と上の根っこが出るまで深い部分まで根がない時があります。下をさばくというよりも上根をしっかりと取ってあげる。それで木の本当の根元部分をある程度出せる部分でいいから出してあげる。その作業が必要ですね。このような姿にまでなれば、それほどにもう下は取る必要がありません。脇に跳ねた根だけを取ってあげる。このようにすることで、下の根を傷めないことで、木の生育には大きな影響を与えません。このような作業を全部の木に行います。
板谷楓の寄せ植えに用意した鉢です。約150年前の中国製、すっきりした線。ある程度の深みがないと夏飾りに根をほどかないで植えるに耐えられない。その代わりにこの線の細さ、ちょっと広がっているところがかえってすっきりと力を抜くことになります。底面で見てわかるように100年を超えて多分いろいろな雑木盆栽を入れたものですが、草物や何気ないものほどちょっと贅沢な衣装を合わせてあげたいものです。根元部分を軽くほどいて仮の植え替えができる準備です。一度軽く水で洗って根元周りを掃除し、これから寄せ植えの配置を決めて根締めをするときに最後もう一度根の整理をする場合があります。寄せ植えには必ず流れの配置、奥行きというものがあります。それに合わせた作り方をまず考えなければいけません。主たるものを決める、それに合わせた流れを構える、そのバランスがとても大切です。自然なもみじのその味わいを生かしてやる。これはあくまでも感覚的なことですが、心の中に自然な山の流れ、なんとかそれを表したいという思いが欲しいですね。ちょっと押さえてて、ここで手で。必ず木には流れの逆の返しというものがあります。この返しがないと片流れになってしまいます。この返しの入れ方が難しいものなんです。まずおおよその形が決まったら、これを仮に固定します。その中で微調整をして細かく細かく流れを出します。基本の形はこの6本の木で構成しますが、ここから微調整に入ります。わずかなその木の流れ、雰囲気、それを出していかなければなりません。一度このようにやって、ここからは土で留めながら微調整をしていきます。必ずその時あるのは木が交差しないこと、流れの中で自然さがあること。あまりに変に同じようにきれいに流れを出すと、そこに自然の味わい、野趣味が存在しません。微妙にバランスを崩しながらも遠くから見るとバランスが整っている、そのような姿で作ることが大切です。鉢と鉢の間がしっかりと土が入って固定される、このことを十分に注意して締め込んでください。ここで一つずつ角度を少しずつ調整して植え込みます。倒れすぎているもの、かがみすぎているもの、そういうものを土をつくことで角度を調整していきます。基本的にこのようなバランスで一つの木を作ります。なるべく本数を減らし、それで夏の涼やかな感じが出るように、ここからきちんとした植え込みを入って化粧砂を張ることになります。
さてもう一つ、この梅雨の雨から晴れ間の虹を楽しむアジサイの草もの盆栽。この季節はこういうものがとてもいいですね。これは一昨年私どもの方で作ったものです。これもやはりポットの苗木から大切に作ったものです。今年も良きガクアジサイの花を楽しませてくれています。成長期ですので少しいろいろなものが残っていますが、まず花後の処理として多すぎるものを外しましょう。なるべくアジサイの盆栽は揺れ立つような古い枝を作ってやることが大切です。もちろん足らないところには強いものも必要ですが、このように切ったものはまた刺し目をして楽しむことができます。それによっていくつでも増えていくんです。自分の手で増えていくのも楽しいものです。ご覧ください。これだけ今年徒長したものを取ってなるべく柔らかいものかといって足らないところは残す。それだけでも柔らかくなります。最終的に古くなるとこの枝をご覧ください。揺れています。この味わいがアジサイの美しさの姿です。ツーンと立っているものではなく揺れ立つようになる。それには鉢で何年か持ち込むとこういう枝ではないものが柔らかく出てきます。これを心がけてやると草物盆栽の素晴らしさが出てくるんじゃないでしょうか。一昨年作ったガクアジサイから今度はこのとても小輪の愛らしい七変化を苗木から飾れるものへと作ってみましょう。このとても深いブルー、切れ長の葉っぱ、これを写すのにはやはりこのように陣笠と呼ばれる外に開いてないもの、しかもこの緑とブルーが映える白い色、これで合わせていきたいと思います。その時見るためならばもう一回り小さくてもいいんですが、これから来年どうなるか、これを考えた植え込みには少し大きめなものを使ってみたいと思います。さて先ほどの鉢に仕込みの状態で用土を入れて上根を軽くほどいてこれを作ります。この時花物の場合は草物の場合でもわずかにこの根元にマグアンプで結構です。少しこう巻いておくだけで来年の花持ちなどが違います。たとえ草物でも流れはあります。鉢にもきちんと水切り穴を避けた正面があるようにそこでの実つきの良さを考えて植えます。ただ来年の花の広がりというもの、枝の広がりを考えてやってあげることが大切です。このようにあまりほどかないで玉の状態で寄せ植えるとき、もちろん1年で根は張りますが、縛り込みでも大変な時には以前にもお伝えしましたが、一つの株と株を竹釘を打ってつなぎ止めておくともうこの2つが倒れません。このようにすることでもうこの3つが倒れていかないんですね。こういうことも一つの工夫で必要です。ここから縛り込みます。根をほどいていないのでそんなに強くつく必要はありません。隙間に入れば良いという程度です。ここからまた仕上げの化粧砂になります。夏飾りの板やか枝の寄せ植え、苗木だった七変化アジサイの次の年に向けた植え込み、もちろん今年も楽しめます。いかがでしょう。昨日まで上野グリーンクラブでこのようにして660円で売っていたもの、
それが一つの盆栽になり、一つの草物になり、展示会でのわあ綺麗だなっていうものにまでなります。もちろん一朝一夕ではありません。ここから何年も綺麗に姿を整えることも大切です。でも全部ここから始まります。そこから一つ一つの盆栽が生まれることを楽しんでいただき、初夏の飾りをご自分の手で楽しむ時間を作っていただければと思います。わびチャンネルはこういう皆さんがよし私もやってみようというもの、そして深い文化や歴史、鑑定、作家の先生の出来事、さまざまなアーカイブでお届けしたいと思っています。チャンネル登録をしてお楽しみいただけるとありがたいです。本日もご視聴ありがとうございました。